中国は広大な国土に多くの王朝があり、たくさんの皇帝や皇后がいらっしゃる。多くの謎が存在する。今日は、真の謎、東太后の急死についてお話します。そのため、様々な憶測を呼んでいる。一番疑われるのは、またしても西太后。また彼女です。中国史上、悪名高き女性。東太后の死は、未解決の謎のままであり、様々な話や疑わしい形跡が西太后を指さしていた。寛宝11年1861年、31歳の寛宝帝は死陽徳の秘書山荘で死去。25歳の東太后、27歳の西太后、6歳の幼い道智帝を残した。同年、東太后と西太后は京親王駅金と手を組んで、有名な新優政変を起こし、八大臣を打倒し、東太后と西太后の水練朝政の政治体制を確立させることになった。道智帝が幼い頃、東太后と道智帝の母である西太后は、養親殿で水練朝政をし、軍事と政治を担当した。治安太后は東太后、次期太后は西太后と呼ばれた。道智13年12月、道智帝は死去した。道智帝に子供がいなかったため、両宮の皇太后は純親王の子である。採点を皇太子に命じた。両宮の皇太后は1881年に東太后が亡くなるまで再び水練朝政をした。前後およそ47年の間、西太后は真の最高位の支配者だった。東太后は満州女後期の女性で、官戸の家系に生まれ、幼い頃からよく教育されていた。彼女は忠実で正直、心優しい女性で、強い政治的な願望はなかった。彼女は、日常的な事柄を処理するのが好きではないので、西太后に任せていた。西宮文にあるように、些細なことは西太后に任せたが、軍事、政治的に重要なことは、東太后が最終決定権を持っていた。西太后はあえて自分から、独断専行しなく、東太后に相談せざるを得なかった。節腹制の養安筆記により、1862年に戦場から逃げた両皇宗徳の家系維新を誅殺。1863年の京社員逸な正保の死を処刑など、いずれも東太后の命令で行われた。特に、西太后に寵愛された、宦官安徳会も、山東省宗徳の帝法廷の手によって、殺された。その決断力は、東太后の政治手腕を示すものである。そして、道智帝の結婚について、西太后は、宝州の娘である不茶氏を皇后にすることを決意していた。しかし、東太后は、徳の高い数奇の娘であるアルテ氏が好きで、両宮は言いそうって譲らない。ついに道智帝の自己判断に委ね、アルテ氏を皇后に選びました。これは、道智帝が実母よりも、嫡母を好んだことを示している。道智帝時代の政治で、最も注目されたのは、洋務運動である。洋務運動に対する最大の抵抗勢力は、西太后を中心とした封建的な顔面派であった。西太后が反対していたのなら、なぜ洋務運動がやがて盛んになったのだろう。理由は簡単で、東太后が、この改革を認めたからだ。彼女は、道智帝と共に、西洋に学ぼうと、この改革運動を承認した。洋務運動のおかげで、やがて、道智中興が起こった。これらのことから、東太后は政治にあまり熱心ではなかったが、政治的なビジョンという点では、西太后より
はるかに優れていたことがわかる。東対号と正対号は共に交対号であるが、東対号は母項交対号、線の官報定の交号であり、正対号は正母交対号、つまり幼い同地定の正母であり、東対号は旧定の真のトップであり、どちらも正対号より高い地位にある。東対号の事案と正対号の時期は全く性格の異なる二人だった。東対号が単純、優しくて世と争わない性格、正対号は権力欲が強い。東対号の地位がさらに正対号より高いでしたが、実際には正対号が宮中のすべての事柄を仕切っていた。だから上に東対号がいるわけで、正対号はとても不愉快でした。辛亥類章の記載より、弘治7年1881年、東対号が亡くなったその年の初め、正対号は異常出血で倒れた。彼女は事務処理に手が回らないので、その間は東対号が一人で調整を掌握していた。このため、権力欲の強い正対号は、彼女を憎んで、調整の関与と布告し、さらに、自分が権力の座につくために、東対号を追い出そうまで動いた。その直後の4月8日、東対号が45歳の若さで、使用髄宮で非業の死を遂げた。死因は謎である。新政府の書物、真実録には病死とあるが、何の病気であったかの説明はない。病死に関する最古の記述は、東対号の意向である。意向は、正対号の指示で書かれたものである。したがって、非難の矛先はやはり正対号に向けられる。当時の軍機大臣であった佐総統は、この知らせを聞いて、驚きながら、こう言いました。昨日の朝、向かい合った時、東対号は元気だったのに、病気のように見えない。どうして急に病気で亡くなったのですか？これは、東対号の死をめぐる混乱を反映したものである。では、東対号の本当の死因は何だったのだろうか。現在、二つの説があります。一つは、通常の病死。これは、真の公式な話である。真実録により、彼女は、弘治7年3月9日、微病にかかり、3月10日、重病となり、自愈時頃には、意識がなくなって、死んでしまった。もう一つは、正対号に毒殺されたというものだ。この説は、野史にしばしば見られる。官報帝は、正対号の性格を知り、自分の死後、正対号が、東対号に、不利のことを、心配し、生前に、東対号のために、秘密の証直を残していたのです。内文に、正対号が安分守気でなかったら、この証直を発して、彼女を殺すと書かれている。しかし、高貴な家柄に生まれ、本来は、純粋すぎる、東対号が、官報帝の死後、正対号がいかに自分を敬い、親しんでいることを見て、東対号は、秘密の直令のことを彼女に告げた。これを知った、正対号は、東対号を騙して、証直を焼かせた。結局、正対号が、東対号に送ったお菓子に毒を入れ、東対号を毒殺した。実際、当時の、真院の王侯や貴族は皆、東対号が、正対号の手で死んだと信じていた。不義の祖父である、純真の植木賢もまた、このことを確信して、不義も、また、祖父や、宮中の老宦官から聞いたことがあるからこそ、彼もこの説を信じていた。周陵伝新録の記載より、正対号は、東対号にお菓子を送った毒殺する機会を得たという。真のラストエンペラー、不義は著書、私の前半生の中で、官報帝が、確かに、正対号を制限するために遺書を残し、遺書を東対号に渡した。
東太后が生前に、西太后の作ったスープを飲み、病死したと記している。もちろん、現在では、西太后が、東太后を毒殺したという説には、疑問の余地があると考える、歴史家もいる。しかし、秦の王族から庶民まで、西太后が、東太后を殺す、真犯人だと信じられたのは、彼女は、東太后を殺す動機がある。大童話日記によると、東太后は、昔の病気が再発して亡くなったという。東太后は、26歳と33歳の時に2度、病気になったが、彼女は、突然の脳卒中で死んだに違いない。当時、皇著の帝子である大童話は工部少将を兼任していた。彼は、東太后の発病から死までを見届けたはずだ。東太后の死因は、野氏が示唆するように、西太后に毒殺されたのではなく、脳血管障害であった可能性がある。西太后は、東太后を殺すつもりでいたが、その前に、東太后はすでに死んでいた可能性がある。皆さんはどう思われますか？最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。